皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。私は今、新宿のヨドバシカメラに来ています。さて、ではこれからヨドバシに行こうと思います。ヨドバシカメラにいるのにヨドバシに行く、どういうことかと思うと思うんですけど、出発しようと思います。自転車に乗ってヨドバシを目指します。はい、到着しました。ここがヨドバシです。橋じゃないかと思うかもしれませんが、ご覧の通り、ヨドバシではなく、ヨドハシと書いてあります。さて、ヨドバシカメラのヨドバシというのは地名に由来してるっていうことは知ってる人は知ってると思います。歴史上は今の新宿の副都心の場所にかつてあったヨドバシ浄水場というのが有名ですね。ヨドバシ浄水場があった場所は1947年以前の東京35区の時代は東京都ヨドバシ区という場所で、さらに時代を遡ると東京都豊玉郡ヨドバシ町という自治体でした。で、そのヨドバシという地名の由来になったのがこのヨドハシという橋なんですね。このヨドバシ、ヨドハシという名前の橋は青梅街道に架かる橋です。場所で言うと、新宿から青梅街道を西に進んでいって、丸ノ内線の西新宿駅と中野坂上駅のちょうど間の場所になります。橋がかかっている川は神田川、神田川です。橋にはヨドハシと刻まれてるんですけど、こういう地名とかって濁るか濁らないかとかっていうのは発音とか表記の揺れがあって、かつてのヨドバシ区はヨドバシだし、橋のすぐ横にある交差点のアルファベット表記もヨドバシになっているので、ここについては誤差の範囲と考えていいと思います。固有名詞ってそんなもんですね。で、このヨドバシ、ヨドハシという橋の名前の由来なんですけど、橋のたもとにヨドバシの由来という看板がかかってるんですね。その看板、相当ボロボロになっていて、めちゃくちゃ読みづらいんですけど、によると、昔は姿水の橋とか、糸まごいの橋と言われていたと書かれていて、なんでそう呼ばれたかっていうと、この辺りで中野長者と言われていた鈴木九郎が自分の財産を地中に隠す際、他人に知られることを恐れて、手伝った人を殺して神田川に投げ込んだ。そして、その中野長者、鈴木九郎という人が橋を渡るときには見えた人が帰るときには姿が見えなかったということから、姿水の橋、糸まごいの橋と呼ばれたと言われているらしいんですが、この近くに江戸時代に徳川三代将軍の家光が鷹狩りのために来たときに、その話が不吉で良くない。で、当時の神田川の景色が淀川、大阪の淀川ですね、を思い出させるので、ヨドバシと改めるよう命じ、これ以降、その名が定まったという説が取られています。ただ、他の説もあるようで、一応今回、東京都の新宿区が出した新宿区史という1998年に新宿区が成立50周年記念で出た区史を見てみたら、他の説も書いてあって、ヨドバシの由来が余ると書いてヨドバシ。それから4つのところの橋、ヨドバシと書くという説も新宿区史では触れられていました。地名の由来というのは結構こういう郷土史的な内容っていうのはどの説を取るかっていうことを安易に断言してしまうと良くないので、説があるよというところで留めたいと思います。で、実際にヨドバシに来て思ったのは、下流側、高田馬場寄りですね。の方はすごい緑が多くて、川のせせらぎも穏やかでいいなと思いました。川自体はコンクリートで固められちゃってるんですけどね。で、反対側、上流側、南側ですね。
に行ったら、なんか知らないけど、めちゃくちゃ鳩がたくさんいるんですよ。これなんでなんですかね。橋の横に工事用の通路みたいなのがあるんですけど、そこの上が鳩の楽園みたいになってます。本当になぜこんな風なのかわかんないです。というわけで、ヨドバシに行ってきました。このヨドバシが由来になったヨドバシ区、ヨドバシ町は、ヨドバシ浄水場というのがあったことで有名なんですけど、ヨドバシ浄水場が新宿の副都心にあったことを今に伝える展示物として、新宿の住友ビル、都庁の向かいにある三角形のビルですね、の1階に、ヨドバシ浄水場で使われたとても巨大な水の出入りを制御する弁が展示されています。今回動画にするためにその弁を取りに行ったんですけど、以前はこのビルの周りのスペースって確か屋外というか野ざらしで展示されてたんですけど、いつの間にか住友ビルの周りにこうやって屋根が設けられて屋内展示になっていたので驚きました。この弁なんですけど、警備員さんに聞いたところ、どうぞどうぞどんどん撮ってくださいということだったので撮影していいということでした。というわけで今回はヨドバシに行ってきたよという動画でした。ありがとうございました。おぶすくらでした。